本唯一のレベル9鹿島港南防波堤に侵入する釣り人の末路。鹿島港南防波堤、全長4キロ、日本で1カ所だけの危険度レベル9、年間工事可能日数が70日以下。これまで釣り人76人が星になりました。もちろん立ち入り禁止。しかし錠前を盗んで合鍵を作る、それをインターネットで販売、 3M フェンスを登山用具で登るなどの方法で侵入し、釣り具を持って4キロ歩いて先端へ。釣果は旗振りなんとマグロまで高級魚が狙える Google 星5つスポット。釣っている時に波にさらわれる、釣った魚の重さでフェンスから落ちるなどが主な末路です。疑問。ここで一つの疑問が生まれます。なぜ彼らは鹿島突堤へ向かうのでしょうか。多くの人はこう考えます。危険性を知らないからだ。もし本当に危険だと理解していたらわざわざ立ち入り禁止の場所へ行くはずがない。そう考えるのは自然です。しかし私はそれは少し違うと思っています。なぜなら彼らは知っているからです。立ち入り禁止であることも、過去に事故が起きていることも、摘発が行われていることも、そして命を落とした人がいることも知らないわけではありません。知った上で行くのです。ではなぜか。答えは単純です。そこに欲しいものがあるからです。鹿島突堤は全国の釣り人にとって特別な場所です。大型の魚、強烈な引き、普通の釣り場では得られない体験、そして超過写真、達成感、優越感、人に語りたくなる武勇伝。彼らが見ているのは危険ではありません。危険の先にある報酬です。実はこの構造、釣りだけの話ではありません。ギャンブル、アルコール、薬物、SNS、全てに共通しています。人はリスクを知らないから挑戦するのではありません。欲しいものが大きすぎるとリスクが見えなくなるのです。アルコール依存症の人は酒が身体に悪いことを知っています。ギャンブル依存症の人は負ける可能性を知っています。それでもやめられません。なぜなら理性が壊れているからではありません。欲望が理性より強いからです。鹿島突堤も同じです。そこへ向かう釣り人たちは危険を知らない愚かな人ではありません。危険を知った上でそれでも行きたいと思ってしまう人たちなのです。そして本当に恐ろしいのは、これは決して特別な人たちの話ではないということです。私たちも毎日同じことをしています。投資で、仕事で、健康で。人間は合理的な生き物ではありません。欲望によって動く生き物なのです。理由。もし問題が欲望なら答えは簡単に思えます。入れなくすればいい、それだけです。高いフェンスを作る、監視カメラを設置する、警備員を配置する、見つけたら逮捕する。そうすれば終わる。多くの人はそう考えます。しかし現実はそれほど単純ではありません。鹿島突堤ではこれまでに様々な対策が行われてきました。フェンスの設置、侵入防止設備の強化、監視、警告看板、夜間の取り締まり、関係機関による摘発。つまり何もしていないわけではありません。むしろ相当な労力が投入されています。それでも侵入はなくなりません。なぜでしょうか。理由は単純です。相手もまた本気だからです。例えばフェンスを高くする。すると乗り越える人が現れます。鍵を強化する。すると別の侵入経路を探します。監視を強化する。すると監視の薄い時間帯を狙います。これは鹿島突堤だけの話ではありません。薬物対策もそうです。闇バイト対策もそうです。違法駐車もそうです。人はルールを作れば従うわけではありません。強い動機を持った人はルールを回避する方法を探し始めます。そしてここで一つの事実に気づきます。問題はフェンスの高さではない。問題は人間の欲望の強さなのだと。欲望は止められません。だから社会は別の方法を取ります。欲望そのものを消そうとはしない。代わりに被害を減らそうとするのです。つまり完全になくすのではなく管理しようとする。この考え方が次の章のテーマになります。社会。ここで視点を変えてみましょう。鹿島突堤に侵入する人、管理する側の立場です。もしあなたが行政の担当者だったらどうするでしょうか。おそらくこう考えるはずです。侵入をゼロにしたい。事故をゼロにしたい。死亡者をゼロにしたい。もちろん私もそう思います。しかしそこには一つの問題があります。コストです。例えば侵入を完全に防ぐとしましょう。フェンスをさらに高くする。監視カメラを増やす。センサーを設置する。警報装置をつける。警備員を常駐させる。夜間も巡回する。ドローンで監視する。理論上は可能です。しかし問題はどこまでやれば十分なのかです。フェンスを高くしたらもっと高いフェンスが必要になる。監視カメラを増やしたらさらに監視カメラが必要になる。警備員を配置したら今度は警備員の増員が必要になる。ゼロに近づくほど必要なコストは急激に増えていきます。実はこれは鹿島突堤だけの話ではありません。交通事故もそうです。犯罪もそうです。感染症もそうです。理論上はもっとお金をかければ減らせます。しかし社会の予算は有限です。ある場所に1億円使えば別の場所で1億円使えなくなります。学校かもしれません。介護かもしれません。防災かもしれません。つまり行政はリスクだけを見ているわけではありません。リスクとコストの両方を見ています。そしてここで多くの人が見落としている事実があります。社会はゼロリスクを目指しているのではありません。リスクを管理しようとしているのです。これは冷たい考え方に聞こえるかもしれません。しかし実際には私たちの社会そのものがこの考え方の上に成り立っています。では社会が本当に守ろうとしているものは何なのでしょうか。次の章では
その話をしていきます。安定。ここまでの話を整理してみましょう。人は欲望によって危険を選ぶ。その欲望を完全に止めることはできない。そして社会の予算も有限です。では、行政は何を目指しているのでしょうか。多くの人はこう考えます。正義です。公平です。命を守ることです。もちろんそれは間違いではありません。しかし、それだけでは社会は動きません。例えば交通事故です。日本では毎年多くの人が事故で亡くなります。だからといって、自動車を禁止することはありません。犯罪も同じです。ゼロにはなっていません。それでも社会は機能しています。なぜでしょうか。社会が目指しているのは、リスクの消滅ではなく、社会全体の安定だからです。ここで言う安定とは、誰も犠牲にならない世界ではありません。人々の生活が維持され、経済が回り、公共サービスが継続し、社会そのものが持続する状態です。そのために、法律があります。警察があります。行政があります。つまり、社会はリスクをなくしているのではなく、管理しているのです。鹿島特定も同じです。行政は何もしていないわけではありません。フェンスを設置する、警戒を強化する、摘発を行う、危険を周知する、実際に様々な対策が続けられています。しかし、どれだけ対策をしても、強い欲望を持つ人をゼロにはできません。だから社会は、現実的に達成可能な範囲で危険を抑えようとします。これは冷たい判断ではありません。限られた資源の中で、社会全体を維持するための判断です。そして実は、私たち自身も毎日同じことをしています。車に乗る、投資をする、事業を始める、どれもリスクがあります。それでも私たちは、リスクをゼロにしてから行動するわけではありません。受け入れられる範囲まで管理しているのです。鹿島特定の問題が示しているのは、危険な釣り場の存在ではありません。人間の欲望と、社会の限界です。そしてその2つの間で、社会は今日も静かにバランスを取り続けているのです。表面、ここまで見てきたように、鹿島特定の問題は、釣りの問題ではありませんでした。欲望の問題でした。そして、社会の問題でした。しかし、もう一つ見えてくるものがあります。それは人間そのものです。私たちはよく、人間は合理的な生き物だと思っています。損と得を比較し、危険を避け、安全な選択をする。だから経済学も、法律も、制度も、長い間そう考えてきました。しかし現実の人間は違います。欲しいものがある。やりたいことがある。叶えたい夢がある。すると私たちは、驚くほど簡単に合理性を捨てます。それは鹿島特定に向かう釣り人だけではありません。投資家もそうです。経営者もそうです。起業家もそうです。大きな利益を求める。成功を求める。承認を求める。そのためにリスクを取る。そして時には、危険を過小評価します。つまり鹿島特定で起きていることは、特殊な人たちの物語ではありません。私たち全員の物語なのです。だからこの場所には、不思議な魅力があります。危険だからではありません。魚が釣れるからでもありません。人間という生き物の本質がむき出しになっているからです。欲望、挑戦、過信、依存、後悔、そして学習。人間が何千年も繰り返してきた行動が、あの細長い突堤の上で凝縮されています。行政はそれを管理しようとする。社会はそれを抑制しようとする。しかし完全には止められない。なぜなら、その原因はフェンスの外側ではなく、人間の内側にあるからです。もし鹿島突堤から学ぶべきことがあるとすれば、それは海の怖さではありません。人間の怖さです。そして同時に人間の面白さでもあります。私たちは合理的だから生きているのではありません。欲望があるから挑戦し、失敗し、学び、社会を発展させてきました。鹿島突堤とは危険な場所ではありません。人間という生き物を映し出す巨大な鏡なのです。